僕なんかそれこそ研ぎでもう僕が止まっちゃってるなと思ったタイミングが止まっちゃってるその技術的な面で、っていうのがもうなんかあるとこ行くともうこれなんかそもそも包丁作るところからやんなきゃ無理じゃねみたいなところに当たっちゃうんですよどうやっても。そうするともうそこで諦めるか遠投を入れるしかないみたいな選択肢になってくるでも僕はそこで止まっちゃってます、要はその先を攻めようとすると絶対蛇行してきたりこっちがもうなってないんでなんかどうやったってどう頑張ってももう無理なんですよその僕の力じゃだからそこで遠投を入れるかどうかでも僕は止まっちゃってそこ入れないともうそこの形から作り変えないと絶対無理だろうなっていうよくそこまで逆にたどり着きましたよ。ほんまそこで止まるのが普通です。でもそこでもそこから先ってもう包丁作るとこからやんなきゃ無理じゃんって思っちゃったんでそこで止まってる感覚がもうずっと進歩してない感じがあってちょっとその僕の中でじゃあ違う僕のできることをやろうっていう方向に今振ってるんですけど、そっちに行った可能性、行きたい気持ちはすごいあるんです入れたいな。でも入れたらなんかこう作り変えるところからやりだしちゃいそうなんでちょっと怖さなんかもうそこのなんか藤原さんの言う鋭利さみたいなのを出そうと思った時に絶対市販のやつだと無理だなっていうのがその悪いとかじゃなくてその自分がそこを求めるんであれば絶対こっちやらないことには 100% 無理だなっていうのが分かっちゃったタイミングが一番そので止まってるのが辛いっていうのもあります。その分かってるけどでもそこからいじれることもできないしいつもおっしゃってる聖域は触れるためにはそれ専用の道具とまた技術をやらなきゃいけないんで要は 100% に持っていくには裏も含めての 100% になるんで表だけだともう限界ってあるじゃないですか。それがもうじゃあ5割なのか6割なのかっていうのが見えた時点でみたいなこっち行きたいけどでもそこからやったら包丁作るところからやんなきゃなみたいな話になっちゃうし神田に関してはもう俺裏 9.5 割やと思ってますからね。でも表1割自分の研ぎでどうこうなるものじゃなくなってきてしまう世界があるというかもういじれないじゃないですかそこってその一般の人は表しか研げないんでこのへこみの均一さっていうのは、現状そうでもその裏が均一でないことには表を均一に解いたら絶対不均一になるわけじゃないですか。部分は裏表がビシッとあっての全部均一なんですっていうのがその分かった瞬間にもうそこに行くか行かないかのその葛藤みたいなのがすごいありました。誰かに言ってもらうのが正解です。行かないことをちょっと今いいと思いますので。なので本当極論普段藤原さんが話されてるその営利っていうのをやるにはもう作り変えるところからやらないとそこには到達できないと思うんですよね、その市販のこう表でこう研いで薄めるには限界がある、薄くできたとしてもその綺麗な派生にならなかったりとか違う問題が出てきたりするので、だからそこにはやっぱある程度の限界があると思うんですよね。そういう意味ではそのさらに先に進みたいってなったらもう藤原さんのとこに駆け込むしかないっていうことだと思うんですよね。